今回はですね、今まさに世界を席巻している AI 革命、その舞台裏を支えるある超重要プレイヤーに迫ってみたいと思います。その名もネビアスグループ。昔のゴールドラッシュで本当に儲けたのって、金を掘った人じゃなくてツルハシを売った人だったなんて話がありますよね。ネビアスはまさにこの現代の AI ゴールドラッシュでそのツルハシを売る存在になれるのか、2026年という未来を見据えながらその可能性を一緒に探っていきましょう。AI がどんどん賢くなってますよね。でも、その賢い頭脳を動かすには、とんでもないエネルギー、つまり計算能力が必要なんです。その需要はもう爆発的と言ってもいいくらい。じゃあ、この巨大な AI の頭脳を動かすための心臓部、一体誰が作ってるんでしょうか？その答えこそが今日の主役なんです。はい、その答えがこのネビウスグループなんですね。彼らはただのクラウド屋さんじゃありません。例えるなら土地を造成してデータセンター、そこに立派な建物を建ててハードウェア、さらにその中で最高の料理が作れるキッチンまで、クラウドプラットフォーム全部自社で用意しちゃうみたいな感じですね。これが垂直統合の強み。AI 開発に必要なものを A から Z まで全部ワンストップで提供する。そういうプレイヤーなんです。では、その強力なエコシステムの内部をちょっと覗いてみましょうか。ネビウスの本当の強さっていうのは、一つの事業だけじゃなくて、お互いががっちり連携し合う3つの強力な柱に支えられている点にあるんです。一体どんな仕組みになってるんでしょうね。まず、事業の心臓部がこのネビアス AI クラウドです。このスライドで注目してほしいのは、彼らが NVIDIA の最新で最強の GPU を誰よりも早く提供できるっていう点。H100 とか B200 はもちろんのこと、なんと未来のルビンまでもう見据えてるんですよ。これって AI 開発の最前線にいるテック企業からしたらもう夢のような環境なんです。まさに最高の F1 マシンを最高のサーキットで走らせてくれる、そんなイメージですよね。次に、その AI 技術が僕たちの住む現実世界でどう使われているかを見てみましょう。アブライドというセグメントです。彼らは自動運転車とか配送ロボットを開発していて、なんとウーバーと提携してるんですよ。2025年の末にはダラスでロボタクシーのサービスを始める計画だそうで、これって彼らの技術がただの実験室レベルじゃなくて、もうリアルな世界で通用するんだっていう最高の証明ですよね。そして3つ目の柱が人材を育てるトリプル10です。どんなにすごいスーパーコンピューターがあっても、それを使いこなす優秀なエンジニアがいなきゃ宝の持ちくぶれですよね。トリプル10は卒業生の就職率が驚異の 82% を誇る技術教育プラットフォームなんです。つまりネビウスは最高の道具を提供するだけじゃなく、最高の使い手も自分たちで育てて AI 業界全体を盛り上げているということなんですね。さて、ここからは皆さんが一番気になるところかもしれないお金の話です。ビジネスの成績表、財務データを見ていきましょう。ネビウスの物語はまるでジェットコースターみたいなんです。天まで届きそうな急成長と、その裏にある巨額の投資。この光と影の両面を数字からじっくり読み解いていきますよ。まずはこちらをご覧ください。プラス 35%。これどういうことかっていうと、売上がたった1年で 4.5 倍になったってことですよ。いや、普通の会社じゃまず考えられないですよね。まさに AI 時代ならではのとんでもない成長スピードです。こちらの表でその中身をもうちょっと詳しく見てみましょう。売上はまさに爆発的に伸びています。で、ここで注目してほしいのが真ん中の調整後 EBITDA 損失。事業そのものの赤字がですね、こんなに売上が伸びてるのになんと 89% も減ってるんです。これはビジネスがちゃんと軌道に乗ってきたっていうすごく良いサインなんですよ。一方で一番下の純損失は増えてる。あれって思いますよね。これは次にご覧いただく巨額の先行投資が主な原因なんです。つまり未来のために今はあえて赤字を掘ってる、そういうフェーズだってことですね。はい、そしてこれがその損失の理由です。20億ドル。日本円にしたら約3000億円ですよ。これをたった9ヶ月で GPU とかデータセンター設備に全部つぎ込んでいるわけです。これって目先の利益なんか追いかけるんじゃなくて、未来の AI インフラ需要を俺たちが根こそぎいただくんだっていうネビアスの凄まじい覚悟の表れですよね。
これだけの巨額投資を支える彼らの未来戦略って一体何なんでしょうか？その答えは NVIDIA が発表した次世代の怪物チップ、ルビンへのまさに社運をかけた大きなジャンプにあるんです。AI 業界の言ってみれば神様みたいな存在、NVIDIA の CEO ジェンスン・フアンさん自身がこう言ってるんです。ルビンは AI の次なるフロンティアへの大きな飛躍だって。これただの新製品発表じゃないんですよ。業界のルールを根っこから変えちゃうくらいのインパクトがあるぞっていう一種の宣言みたいなものですよね。このスライドを見るとその凄さが一発でわかります。今使われているブラックベルと比べてこの新しいルビンは AI を動かすコストを最大で10分の1に、そして AI を育てるのに必要な GPU の数をなんと4分の1にまで減らしちゃうんです。これお客さんからしたら今までコストが高すぎて諦めてたようなもっともっと巨大で複雑な AI モデルを作れるようになるってことなんです。まさに AI 開発の常識がひっくり返る革命と言ってもいいでしょう。さて、ここまでいろいろな情報を見てきましたけど、いよいよ確信に迫っていきましょう。もし僕たちが2026年にネビウスに投資するとしたら、それって賢い判断なんでしょうか？良い方のシナリオ、つまり強気のブルケースと、悪い方のシナリオ、弱気のベアケース、両方の側面から冷静に分析してみたいと思います。まずは強気のシナリオから、ネビウスがなぜ飛躍できるのか。やっぱり一番の強みは、ハードからソフトまで全部自前でやるっていうこの垂直統合モデルですよね。だからこそ誰よりも早く、そして効率的にあの次世代のルビンをお客さんに届けられる。その証拠にもうマイクロソフトとかメタみたいな超巨大テック企業がすでにお客さんになってるわけです。AI 業界全体が抱えている計算パワーが足りないっていうこの根本的な渇きを潤せる唯一無二の存在になるかもしれない。そういう可能性を秘めてるわけですね。一方で、もちろん良い話ばかりじゃありません。リスクもしっかり見ておかないと。まず、お客さんがマイクロソフトとかメタとかほんの数社に集中しすぎている。だから、彼らの都合一つで業績がぐらぐら揺れちゃうっていうリスクがあります。それから、NVIDIA の技術進化がめちゃくちゃ早いんで、せっかく大金はたいて買った設備があっという間に時代遅れになっちゃうかもしれない。そして忘れてはいけないのが、AWS や Google みたいな資金力もブランド力も桁違いの巨人が本気でこの市場を奪いに来たらどうなるのか。これらは投資の前に必ず直視すべき重要なポイントです。結局のところ、僕たちはこの問いにたどり着くんですよね。ネビウスグループは AI 時代のインフラを支配する次の GFAM のような存在になれるのか、それとも未来の技術に全てをかけた壮大なギャンブルに終わってしまうのか。その答えはまだ誰にもわかりません。ただ一つだけ確かなのは、この企業の動向がこれからの AI の世界そのものを大きく左右するということです。皆さんならこの未来にどうかけますか？